あなたは生まれ変わってもいい。どれくらい変わってもいいんですか？どれくらい？解明、整形、性転換、全く違う世界へのジョブチェンジ。人生を変える選択はたくさんあります。うまくいく人がいれば人生が壊れる人もいます。その違いは何でしょう？変身には人それぞれ許容量があるんです。あなたは変わっていい人なのか？フレディ・マーキュリーのように変わっていい人なのか？それ数値化できます。数値化できるの？インド先生術ならできます。変身、許可度、名前負け、リスク。今回もあなたは自分が何者かを知ることができます。それではアニメ本編をお楽しみください。その1、違和感。なあマイコーくん、次回予告で俺かなり強気発言しちまってさ。先輩、また勢いで回収不能なやつっすか？フレディ・マーキュリーの隠し事、そしてあなたの全てを明らかにって。次に何をやるか考えてなかったんすか？いや、隠し事ってどうすんべと今思ってるわけよ。じゃあ今回は秘密そのものじゃなく、秘密をどう変身に変えたかを見るべきっす。変身か。フレディ・マーキュリーって名前自体が変身だもんな。そうっす。本名から社会名へ移るかなり大きな変身っす。でも普通の人は戸籍名なんか変えないだろ？そこが今回の本題っす。人は本名を変えなくても別の名前を持ってるっす。父親、母親、先生、格闘家、それ全部社会に出る名前っす。ああ、肩書きも役割も名前か。そうっす。社会に提出した瞬間、それは未来の自分への請求書になるっす。その2、世間の認識。世間のフレディ像って完成された怪物じゃん。でも最初からあのフレディだったわけじゃないだろ？そこ大事っす。クイーンの前は美術学校の陰キャ感もあるし、初期ライブは音源でもアウェイ感ありますからね。そうそう、フレディ・マーキュリーって名乗ってるのにまだ世界が振り向いていない。普通なら名前に潰されるぞ。だから今回は名前で化ける人と名前負けする人を分けるっす。その3、仮説。なるほど。じゃあ今回の問いはその名前の請求を払えるかだな。はい。払える名前は器。払えない名前は借金っす。フレディはでかい請求書を先に切って人生をかけてそれを払ったタイトロープダンサー型っすね。安全に変身できた人じゃないんだな。確認しようぜ。リノちゃん学校終わったろ。了解です。フレディ・マーキュリーですね。その4、鑑定団。本日の鑑定品はフレディ・マーキュリーの分割図です。したな。インド先生術で名前に切り込むわけだ。切り込みますが、生命判断ではなく、その名前を背負える器があるかを D1、D9、D10、D12、D30 のセットで見ていくっす。そして今回は D1、D10、D30 を説明するっす。その後、ジョーティッシュ見解その1。さあ始まりました。生まれ落ちたら変えられない惑星配置だジョーティッシュ。マイコーくん、今回もよろしく。そうっすね。さて早速ですが D1 チャートフレディ・マーキュリー。バージンスヌーが敷き詰められた南インドチャートの四角いジャングルに刻まれたラグナはカニ座じゃないですか。そうっすね。D1 でラグナ・カニ座はかなり繊細なはずっすよ。繊細？あの圧倒的なステージの存在感を生むフレディがラオ先生をもってして
全ての分割図は D1 の域を超えないと言われる D1 で、まさかの繊細キャラ。いや先輩、美術学校時代はフレディは陰キャで有名ですから、ここを見てください。さあマイコ君が切り替えたのは2室。そこには自己主張を是とする太陽、そして寄り添うように水星。そうです、この配置は世界の中心で愛を叫ぶ弱虫ペダル。そうっすね、循環させなきゃいけない2室に太陽。これは自分を表に出さざるを得ない配置っす。神は何をもってこの配置にしたのか。旧シャイシャイボーイ現象のフレディ、支える武器は水星。知識表現を止めたら死ぬぞこれは。先輩、原初の個性はここで終わらないっす。隣の3室を見るっす。なんてこった。止まると停滞、止めてはいけない3室は改善職人の乙女ザー。この男はまるで止まれない家事職人ミスターブラックスミス。そうっすね、 D1 からもフレディは変身するエンジンは最初から搭載していたってことっす。その6、ジョーティッシュ見解その2。切り替えていきましょう。社会のコロシアム D10。フレディは何をもってして社会を相手にスタンドするのか。ザンビア出身、歯科矯正の時間のなかった男。社会は男の闘技場、区切りが来るまで出口なし。先輩、これ最初からアクセル全開っす。おっと、これはイテザか、イテザラグナ、イテザラグナだ。そこにさらに火星。こいつは間違いない。知らない世界を手に入れたい欲求に火力ブースター、ジェットスクランダーとセットのマジンガー Z。 先輩見てください、楽な戦いじゃないっす。なんだこれはバグか、間違いなのか。苦しい苦しいぞ、苦しくないのかフレディ。MC と太陽が3室水亀座、いたんじゃないと社会運が燃えない。これは苦しいっすよ。歌舞伎者にならないと世間が相手をしない。社会的にはこの男、変人妖精ギブス該当者。スプリングガチガチっす。ところがこれで終わらない。もちろんっす。この男にとって社会は決して生きやすい世界じゃない。男は誰でも大統領、抱えているのは核のフットボール。それが12室のサソリザー。押したら終わりっす。だがこの男、ボタンを押さなかった。歌に変えたっす。無問題。秘密を暴露する代わりに歌に衣装にステージに変換。名付けてアトリエアルケミー。まさに隠し事の美学っす。その7、革新。いよいよ本題ダウン。人類全員爆弾抱えたレスラーなんだよ D30。 条件揃ったら壊れるのが D30 っす。って待てよ、これ危ないだろマイコ君。さすがっすね先輩。自己制御不可能。8室が言葉の双子座で太陽ってことは。そうっすね。8室は危険領域、太陽は事故、双子座は危険物を世界中へ送る配送センター。これは言霊のグランドゼロ。言霊のグランドゼロ。名前と言葉そのものが危険地帯ですね。だからフレディ・マーキュリー、バカみたいなゴージャスな名前だがそれがいい、それでいい。そうっす。普通の人はそこへ入らない。でもフレディは危険地帯に入っちゃうというか呼ばれてるっす。3室見てみろよ。3室は動かさないと人生が停滞するっす。3室はヤギ座、火星、ラフ、リリス。人生動かす以前に起爆スイッチっすね。こいつあれだ、間違った現実も確実に何かを積み上げていく。それがフレディ・マーキュリーだ。そうっすね。軽いキャラ変じゃないっす。命の再構成っす。この男変身したんじゃない。発信したから戻れなくなった。しかも何年も辛抱しながら積み上げて生まれ変わって戻れなくなった男。それでは鑑定をお願いします。鑑定結果です。変身許可度
9、名前負けリスク8。全能と同家の双極天秤オメガ先輩、フレディじゃなかったらこのチャートを乗りこなせましたかね。無理だろ。即答っすか。だってよ、変身許可度9、名前負けリスク8。そうっすね。普通なら途中で降りるって。お前マイコ AI ゼウスとか名乗れるか。ですよね。自分は無理っす。フレディは降りなかったわけよ。そうっす。だからフレディ・マーキュリーなんだな。それがカルマってもんじゃねえの。オッケーディール。その8、木星ソニック流派。ソニックさんの占いを体験したい方は、毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。さあ、木星の時間です。クイーンのロジャーがフレディ・マーキュリーが加わった時にどう思ったのかちょっと知りたいんですよ。でこれはですね、信用を判断する、金運の女神、これでいきましょう。ロジャー、初めの練習ですよ。一番初めに練習した時にもうフレディ・マーキュリーやってきた、彼にとってはこういう出来事だった。対極観評価、すっごい遠くまで眺めた、未来まで眺めた時にこいつがボーカルでどうだろうって考えたらなんかいけんじゃねえの、今までもう誰もやってねえっていう意味ではこいつありだなってのはあったけれども、彼としては一番初めの練習こんな感じだったんじゃないでしょうかね。バーンね、発信回避、これ人前に出せねえよそんな感じですよ。これ信用の話なんでね。それはいいとして、これですよね、成長評価。過去カードは成長の評価。未来のカードね、初めて練習しました。その先の未来、配分最高、配分をもう一度考える、そういうカードが出ました。これは過去のカルマですよね。過去のカルマ、ロジャーとしてはフレディに対してこれですよね、衝動、もうたまらん気持ちのカルマ。なんだろう、こいつは俺の魂を揺れ動かす、そういうのがカルマですよね。だけど今あれですよ、現時点初めてのバンド練習、これ人前出せねえやあれです、未来のカルマ、これを経験することになるよね。分配の設計、なんでしょうね。だから各自の持ち場を考えなきゃいけないんですよ。だからせーのでドンでうまくいく関係じゃないなっていう、人前出せねえっていうのがまずあって、あとは役割分担しなきゃダメだ、このメンツでやるんだったらっていうことをすごくロジャーは思ったんでしょうね。その時のベストウェイですよね。まずどうすればいいのか、拡張前提です。そして化体制ね、多少うまくいかなくてももう頑張っていこう。そして無言の価値、先行回収、手放しの循環、距離を無視する。いいんじゃないですか。ロジャーは多分それでベストウェイ選んでると思いますよ。拡張前提、大きく伸びること、あとはそれぞれに任せることで、あとは時間がかかっても負荷がでかくてもやり遂げようっていうところですよね。フレディ・マーキュリーというさ、なんかもうこれはマーキュリーだっていうぐらいの大ボラ吹きをね、なんかこれはこの大ボラ吹きの大ボラを伸ばしてやんなきゃダメなんだっていうところで、温かいね信用を積み上げるための関係がそこにあったようですよ、カード展開からは。ただ初めての練習の時は人前出せねえなと思ったらしい。それではエンディングをお楽しみください。その9、エンディング。今回の結論なんだけど、フレディの隠し事は暴露する秘密じゃなく、名前という契約に現実を追いつかせて勝利したってとこだな。そうっすね。視聴者の皆さんも親、仕事、SNS の肩書きなど自分が今名乗っている役割が器、払える請求書になるか借金になるか、今回の AI プロンプトで確認できるっす。10段階の返信許可度や名前負けリスク、向いている返信タイプがわかるプロンプトは動画の概要欄にリンクを貼っておくので、結果をコメントよろしくね。エルビス先輩、次回は何ですか？次回はあなたの超能力と没能力。超能力は構いませんが、没能力って？そりゃあ火出てりゃ欠けてる部分もあるだろ。天部ギフトの裏には必ず深淵アビスの対価。そうっすね。才能にエネルギーを取られて逆に没になる能力もセットっす。というわけで今回はここまでだ。また次回お会いしましょう。See you! Ciao! Bye 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 bye. タロットソニック.com
ソニック .com タロットソニック .com ホームページだよ。さあ今回からエルビスの解説をプロレス解説っぽくしてみました。それにしてもフレディ・マーキュリーあれですよね、なんかおちゃらけたキャラじゃないと社会が受け入れないってすごいことですよ本当に。じゃないとなんかいや君別に空気だから必要ないっていう、なんかもうまあねマーキュリー名乗んなきゃいけない事情が根本からあった。